こんにちは、春道チャンネル成果部の太田です。今回は一般層でも家族層でも使えるセレモニーホール春道48万円プランの成果裁断を解説していきたいと思います。よろしくお願いします。最初に菊でアウトラインを作っていきます。アウトラインとは外側の線のことです。最初にトップの高さを決めていきます。今回は横のモニターなので、モニターの下の部分がしっかり隠れるようなラインを作っていきます。なので少し楕円形のような円になっていきます。アウトラインは菊の面をしっかり揃えて刺していきましょう。菊の上の面を見ながら刺していきます。横に行くにつれて斜めに傾斜を作っていきます。左右対称なのでこまめに逆側も作っていきましょう。菊にかかっているような葉っぱはしっかり取りながら刺していきましょう。菊の頭の白い部分がしっかり見えるように処理しながら刺していきます。この作業を怠ると2列目を入れた時に菊のラインが一本線に見えないことがあるので、しっかり処理しながら刺していきましょう。ラインをつなげたら後ろから下がってみて、歪んでいるところがないか、左右のバランスが取れているかどうかを確認しながら微調整をしていきます。菊で2列目を刺していきます。1列目の菊と菊の間にしっかり入るように刺していきましょう。菊を刺すときははみ出している花びらなどもしっかり取りながら刺していきましょう。たまに手前の花びらが奥よりも飛び出していることがあるので、そういったことも考えながら処理しながら刺していきましょう。きれいに一本線になるように丁寧に刺していきます。今回は季節に合わせて淡いピンクや淡い紫を使って春色の成果裁断を作っていきたいと思います。しっかり端まで2列入れていきましょう。必ず下がってみてお客様からきれいに写っているかを確認しながら刺していきましょう。3列目はスプレー菊の白を刺していきます。少し菊のラインに重ねて刺していくのがポイントです。スプレー菊を刺すときは余計な葉っぱを取りながら刺していきます。菊は葉っぱの裏からも吸水するので取りすぎには注意してください。最後に霧吹きをかける花屋さんも多いと思うんですけども、菊系は葉っぱの裏に霧吹きをかけてあげると良いと思います。4列目もスプレー菊の白を入れていきます。3列目のスプレー菊の間に入れるように刺していきます。アウトラインからだんだん白のスペースが少なくなっていくように気をつけながら刺していきます。今回はスプレー菊の白は2種類あって、開いたのとつぼみのとを使っています。開いたスプレー菊は3列目と4列目の真ん中に入れています。白の濃度を考えながら刺していくことが大事です。必ず離れてみて白い濃度が左右ともにバランスが取れているかを確認します。スプレー菊は咲き方や輪のつき方がそれぞれ違います。同じ本数を刺したからといって同じように見えるわけではないので、必ず下がってみてバランスを確認しましょう。次に白のアルストロメリアを使っていきます。アルストロメリアはきれいに見える面があるので確認しながら刺していきます。
次にピンクのアルストロメリアを挿していきます。アルストロメリアは花や葉っぱが折れていることがあるので、一つ一つ確認しながら挿していきましょう。アルストロメリアも花に葉っぱがかかっていることがあるので、邪魔な葉っぱはしっかり処理しながら挿していきましょう。すべての花に共通して言えるんですけども、花を持った瞬間にどこを処理すればいいかを考えながら挿していくことが大事です。僕が全国各地で生花裁断が上手な人と出会ってきて思うのは、上手な人はみんな花をしっかり処理してから挿していることが多いです。手間を惜しまずしっかり処理して挿すことが上手になる条件になると思います。紫のストックが4本だけあったので入れていきます。しっかりと処理しながら入れていきます。次にスターチスの白を入れていきます。スプレー菊やアルストロメリアで大きなスペースを埋めた後にできた小さなスペースにスターチスを入れてあげるときれいに映ります。スターチスも花はきれいに咲いていても葉っぱが黄色くなっていることがあるので、しっかりと見ながら処理していきます。ここでいう小さな隙間というのは、花と花の間にできた黒っぽいスペースのことです。スターチスにも面があるので、しっかり面を合わせながら挿していきます。次に紫のスターチスを入れていきます。今回は白、紫、ピンクと3種類の色の花を使っているので、しっかり色のバランスも考えながら挿していきます。色のバランスというのは同じ色の花と花の距離感のことです。偏りが出ないように均等に挿していきます。次にピンクのスイートピーを入れていきます。スイートピーもスターチスと同じように小さな隙間に入れていきます。折れやすいので丁寧に刺していきます。これでだいぶ春色っぽくなってきたと思います。次に白のスプレー菊を刺していきます。僕のイメージでは春色は淡いパステル系の色合いなので、色が濃くなりすぎないように白のスプレー菊を織り交ぜて刺していきます。ここに淡い黄色のカーネーションを入れても多分可愛くなると思います。スターチスで小さな隙間を埋めていきます。もちろん刺す技術も大事なんですけども、色のバランスや形のバランスを取ることも大事な条件になってきます。僕はこのデザインを何回も作っていて慣れているので、あまり後ろに下がっていないんですけども、後ろに下がってみた方が色のバランスは分かりやすいです。今回はスターチスが多かったので手数はかかるんですけども、頑張って使っています。次にピンクのカーネーションを入れていきます。カーネーション同士の距離感を大事に刺していきます。慣れない人やバランスの取り方がわからない人はカーネーションで三角形を作っていくといいと思います。
大きく空いているようなスペースを見つけて刺していきます。次にピンクのスプレーカーネーションを入れていきます。ピンクのスプレーカーネーションもスターチスと同じで小さなスペースに入れてあげると使いやすいです。ピンクのスイートピーを入れていきます。スイートピーを刺すときに気をつけたいのが、スイートピーは下の方から悪くなっていくので、一番下の悪い花は取って刺していきましょう。ピンクのスターチスを入れていきます。今回は小花が多かったので少し時間がかかってます。在庫の花のバランスも考えながら刺していきましょう。カーネーションを入れていきます。つぼみのカーネーションは花びらを少し広げてあげたり、萼の部分を少しほぐしてあげることで早く咲くことがあります。僕が作る生花祭壇は比較的シンプルなものが多いので、初心者の方にも向いていると思います。僕は作業効率を上げるために必ず隣にゴミ箱を用意して刺しています。片付けも含めて仕事なので、効率の良い仕事を心がけましょう。一人で現場に行くと掃除するのも結構大変なので、なるべくゴミ箱に捨てるようにしましょう。あとはバランスを取りながら刺していきます。このデザインは色合いを変えることでバリエーションも増やせるのでいいと思います。しっかりと色のバランスと花の密集度のバランスを見ながら刺していきます。最終的に綺麗かどうかはバランスにかかっています。効率の良い早い仕事をして、こういう最後のバランスを取るところに時間をかけて作っていきましょう。最後に紫のスイートピーを入れていきます。しっかりと処理しながら刺していきます。その時のスイートピーの質にもよるんですけども、隙間の多いスイートピーは2本まとめて刺してあげると効率がよく仕事ができます。必ず離れてみてバランスを確認しましょう。ご質問やご意見がある方はお気軽にコメント欄に入れてください。またお花でこういうことをやってほしいという要望があれば遠慮なく言ってください。最後までご視聴ありがとうございました。